もしあなたが2050年に目覚めたとしたら、どうなるでしょう。朝起きると、部屋の照明が自動でつきます。冷蔵庫が今日の健康状態を分析して、朝食を提案してきます。スマートフォンを手に取る前に、今日の予定が壁に映し出されます。でもそれだけではありません。あなたの仕事は、もうありません。医師も、弁護士も、会計士も、あなたが今日誇りを持ってやっている仕事の多くが、機械に置き換わっています。恐ろしいことでしょうか。それとも、想像もしなかった自由が待っているのでしょうか。今日はそんな2050年の AI 社会、その驚くべき未来を一緒に覗いてみましょう。まず最初に、最も衝撃的な話をします。2050年、多くの職業が消えているという説があります。実はある研究機関の試算では、現在存在する仕事の約 50% が、2050年までに自動化される可能性があると言われています。50% です。日本に働く人が約6700万人いるとすれば、3000万人以上の仕事が変わるかもしれない。ちょっと待ってください。あなたの仕事は入っていますか？事務職、運転手、工場作業員、これらはすでに変化が始まっています。でも問題は、ブルーカラーだけではないという点です。弁護士の書類作成、医師の診断補助、記者の記事執筆、こうした頭脳労働も、すでに一部は機械が担い始めています。スマートフォンが登場したとき、誰もカメラ屋がこれほど減るとは思っていませんでした。今、私たちはその日ではない変化の入り口に立っています。怖くなってきましたか？でも少し待ってください。この話には、もう一つの顔があります。歴史を振り返ると、技術が仕事を奪うたびに、新しい仕事が生まれてきました。自動車が登場したとき、馬車の業者は減りました。でも整備士が増え、ドライバーが増え、道路工事の仕事が生まれました。2050年も同じことが起きると考えられています。AI の管理者、感情カウンセラー、デジタル空間の設計士、今は存在しない職業が続々と誕生するという見方もあります。でもここで一つ、重要な問いがあります。あなたの子供や孫は、その新しい仕事に適応できるでしょうか？新世代が学んできたことと、子供世代が必要とするスキルが、全く別物になる可能性があります。これは脅しではなく、真剣に考えるべきことです。次は少し希望の話をしましょう。2050年の AI 社会で最も劇的に変わるのは、医療かもしれません。現在、がんの早期発見には、専門医による精密検査が必要です。しかし2050年には、毎朝のトイレがその検査室になるという説もあります。排泄物を自動分析し、体内の異変を数値で知らせてくれる。病気が、なってから治す。ではなく、なる前に防ぐ時代になるかもしれません。これはただの夢物語ではありません。すでに血液一滴でがんを検知する研究が、日本でも進んでいます。その延長線上に、2050年があります。あなたのお父さん、お母さんが苦しんだ病気を、あなたの孫の世代は経験しないかもしれない。そう思うと、少し胸が熱くなりませんか？ここで少し怖い話をします。2050年には、AI があなたの感情を読み取るとも言われています。カメラがあなたの表情を分析し、声のトーンを解析し、今日あなたが落ち込んでいるか、怒っているか、疲れているかを判定します。それだけではありません。あなたが何を買いたいか、どこへ行きたいか、誰と話したいかを、あなた自身より先に知っている。便利です。確かに便利です。でも、それって怖くないですか？自分の心が、自分より機械に先に読まれる世界、プライバシーという概念が、根本から変わっていくかもしれません。現在でも、スマートフォンで検索した内容が広告に反映されます。あれが今のレベルだとすれば、2050年はその何百倍も精度が上がっていると想定されます。あなたは、その社会を受け入れますか？それとも拒否しますか？希望と恐怖が交差する2050年。でも最も深刻な問題は、格差かもしれません。AI を使いこなせる人と、使いこなせない人。AI が得意とする仕事についている人と、そうでない人。この差が、今とは比べ物にならないほど広がるという見方があります。例えば同じ医師でも、AI を活用して年間1万人を見られる医師と、
従来のやり方で数百人しか見られない医師では、評価も収入も変わってきます。国レベルでも同じです。AI 技術を持つ国と持たない国、2050年の世界地図は、今とは全く違う力学で動いているかもしれません。あなたの孫が生まれる国によって、人生の可能性が大きく変わる時代が来るとも言われています。少し立ち止まりましょう。これだけ AI が発達しても、人間にしかできないことがあるという話があります。それは、感じることです。悲しみに寄り添うこと、理不尽な現実に起こりを感じること、誰かのために泣けること、AI はデータを処理できます。でも、本当の意味で感動することはできないという専門家も多くいます。だからこそ、2050年に最も価値を持つ人間は、感情を豊かに持ち、他者を深く理解できる人だという説もあります。今あなたが大切にしている人間関係、親や子供や友人との時間、それが未来において最大の武器になるかもしれません。最後にこう問いかけさせてください。2050年まであと25年です。今に10歳の人は45歳になっています。今40歳の人は65歳で迎えます。これは遠い未来の話ではありません。あなた自身の話です。AI が奪うのはルーティンワークです。毎日同じことを同じ手順でやる仕事です。逆に言えば、考える力、疑問を持つ力、人と深く関わる力は、むしろ今以上に重要になるという見方が多くあります。あなたの子供に、スマートフォンの使い方だけでなく、なぜそれを使うのかを教えてあげてください。あなたの孫が生きる2050年の世界は、今の私たちの選択によって大きく変わっていきます。歴史はいつも変化を恐れた人ではなく、変化を理解しようとした人が切り開いてきました。2050年という扉は、もうすぐそこまで来ています。今回の動画はいかがでしたか？面白いと感じていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援が、次の動画を作る大きな力になります。また次の動画でお会いしましょう。